こんにちは、カズマです。動画をご覧いただきありがとうございます。8月14日木曜日、時刻は昼の12時を回りました。ご覧の通り、セミの鳴き声が半端ないですね。今日何の話をしようか考えていたんですけれども、今日話すテーマなんですが、暇な時間が増えれば増えるほど不安な気持ちが増していく、こういったテーマを交えて話したいと思います。全て僕個人の主観と見解に基づいて話す内容となりますので、そういう意見もあるんだな、そういう考えもあるんだなっていうぐらいの気軽な気持ちで聞いていただけると幸いです。それではよろしくお願いします。ちょっと日差しが出てきたな。ちょっと後ろ下がるわ。ちょっと場所を変えますね。これ虫に刺される。ちょっと場所を変えましたので、先ほどの続きを話したいと思います。なんていうんですかね、暇な時間が増えると、一見体を休めるにはちょうどいいかもしれませんが、ただそれと同時に余計なことを考えてしまうんですよ。もしくは無意識のうちに意味もないことをしてしまう。それが例えば SNS の閲覧だったり、ニュースサイトをひたすら眺め続けることだったり、人によってはね、外出中にずっと動画を眺め続けていることだったり、もしくはゲームとかいろいろやってると思うんですよ。暇な時間が増えれば増えるほど余計なことをしだすようになっていって、で同時になんていうんですかね、なんか暇な時間が増えると余計なものを見始めるようになってしまったり、あとは考える時間が増えるんですよ。もちろん考えることはすごく大切なんですけれども、同時にいろいろ考えすぎてしまうと、それが自分の人生に対する不安な気持ちだったり、あとは自分の存在に関することとか、ちょっとそれはまた哲学的な話になってしまうので、それはちょっと割愛するけれど、なんていうんですかね、自分自身の今後の人生や生き方についていろいろあることないことを考えすぎてしまったり、虚しい気持ちに襲われることがあるんですよ。これについては誰しもが経験したことのある話だとは思うんですけれども、なんていうんですかね、あまり暇すぎると体力が衰えてしまうことだったり、自分自身の今考える力とか、あとは精神的な部分、メンタルに関する部分もそうですけれど、あらゆる面で衰退してしまうんですよ。これを払いのけるにはどうしたらいいか、自分なりに考えてみたんですけれども、まずは予定を作ること、もしくは誰かと会って話をすること、または何月何日にこの場所へ行く、もしくは何月何日にテストを受ける、資格試験を受けるとか、そうやって予定をあらかじめ決めること。そうすることによって、それまでにどうにかしなきゃっていうような思いが意識的に働くようにはなるんですよね。で、ある程度の忙しさがあった方がかえって充実感が増していって、日々のライフスタイルというか、人生日頃の生活におけるクオリティが少しずつ増していくんですよね。でそのこともあって、あまり時間が空きすぎるというか、暇な時間が長すぎるっていうのもあんま良くねえなって最近は思えてきたんですよね。もちろん忙しすぎることだったり、寝る時間すらもないっていうような状況に追い込むのはさすがにやりすぎだと思うんですけれど、適度に自分の1週間におけるスケジュールを自分の好きなことに使う、それに向けて費やすことで、これをさらに深掘りするとすれば、そうですね、例えば朝空いた時間があったとすれば、それを読書に当てる、読書する時間に当てるでもいいですし、またはテストや資格試験を受けるための学習勉強に当てること。だからこれ以外にも筋トレをするなり、ヨガを始めるなり、あとはランニングをするなり、もしくは僕みたいに1日1万歩以上は散歩すること、散歩し続ける時間に当てるとか、そうやって何かしら予定を組んで、外出する機会、外に出る機会を増やす。そうすることによって充実感が増していくんですよ。で充実感を作るにはやっぱり自分で、立てるしかないんですよね。第三者にそそのかされて
それで進められたりしたところの最後に決めるのは自分自身ですので、そうやって充実感を作ることだったり、今後の人生においてどんな風にして生きていきたいかとか、どんな理想像を抱くか、それをそこから逆算してどんな風にすればその自分にとっての理想の生活、理想のライフスタイルに近づけるかっていうのを逆算した上で予定を組むようにしていけば、将来的には自分にとってのよりいい生き方につながっていくんじゃないかなって思うんですよね。優先順位だったり、どんな風に人生を送りたいか、どんなライフスタイルを築き上げたいか、そこら辺の優先順位や価値観というのは人それぞれですので、ここでは何とも言えないんですけれども、いずれにせよ暇な時間を有効活用したいということだったり、充実感を築き上げるにはやっぱり自分で見つけるしかないんですよ。さっきも言ったように筋トレに当てるなり、ヨガをすることだったり、読書やまたはブログを書くなり、動画編集、動画撮影をするなり、今僕がこうしてやってるような感じでこうしてカメラに向かって話をし続けるのでもいいですし、そこら辺は人それぞれ、そういう感じで自分のやりたいことを築き上げる、そうやって予定を組むことだったり、充実感というのは全て自分で作るしかないんですよね。そうすることによって暇な時間がどんどん減っていって、不安な気持ちがいつの間にかスーッとなくなっていくんですよ。これはね、僕も何度か感じたことがありますし、ある程度忙しい方が人生意外と充実したような感じになっていくんですよ。そういった充実した気分に満ち溢れていく、多分そういう経験のある人いっぱいいると思うんですよね。中学高校の時期においてスポーツ部活動に励んでいた人もそうですし、あとはそれ以外にも一生懸命仕事を頑張ってきた人だったり、自分のできることを一生懸命尽くして、でそれで結果を残してきたりとか、そうやってある程度忙しい方が人って意識的に自分のやるべきことやなすべきことっていうのを優先して考えるようになるんですよね。でそうやって忙しい時間でいる時の方が余計なことを考える暇がなくなるんですよね。でこの他にも僕自身の体験談で言えば、僕は過去に登山用のバックパックを背負って海外を旅していた時期があったんですけれども、旅をしている時って余計なことを考えてる時間がないんですよね。今日はどこで寝泊まりするかとか、今日はどの街へ向けて歩き続けるか、またはヒッチハイクするかとかで、どんな人と出会うのか、どんな場所で仕掛けるべきかとか、いろいろ考えるんですよね。で朝起きる時間についてもチェックアウトが朝10時までとなっているから、この時間の前に準備を整えて朝飯を食べて、で次向かう場所についてリサーチしたりとか、いろいろ考えることや調べることとか、いろいろやらなきゃなんないことが増えていくんですよ。そういう感じで実際に旅をしている時は自分の知らない土地を歩き回っていることだったり、あとはいろいろ調べることが多くて、もう人生のこととかあることないこと、余計なことについてね、いろいろ不安な気持ちになってしまうようなことを考える暇がなくなるんですよね。そうやって自分のやりたいことだったり、自分がなすべきこと、今やらなきゃいけないことだったり、そういった予定を組んで、でそうやって自分の一日の中で、一日の中のスケジュールをある程度組んでおいた方が暇な時間は減っていって、でなおかつ充実感が増していって、で今後自分が何をするべきなのか、何をしている時が楽しいのか、そういうことについていろいろとね、自分の中で見出せるようになっていくんじゃないかなっていうふうに僕はそう思いますっていう感じですね。ちょっとこれね、今思いつきでありのまま思ったことをひたすら喋っているだけですので、全編アドリブなんですよ。なんだか台本を準備するとか、テレビ番組みたいに1から100まで全て決まりきったことを話さないといけないとか、そういう真面目すぎるようなことがね、僕あんまり好きじゃないんですよ。なんていうかね、自分自身のパーソナルな部分をこれから先も表現し続けていきたいですし、こういった感じの動画をこれから先も撮り続けていきたいんですよね。こうして喋ってる時の方が余計なことを考えなくて済むわけですし、人生のことだったり、または次回
どこの国へ行こうかな、どこを旅してみようかなとか、いろいろね、そういった前向きな気持ちが少しずつ上がっていくんですよね。あと最後にもう一つ何か話そうかなと思ったんですけれど、ミニマリストの趣味、これについて少しだけ話したいと思います。ミニマリストの趣味って言ったら、物を集めるよりも体験型というか体験ベースなものが多いという印象でして、人によってはさっきも言ったように散歩をすることだったり、あとは図書館に行って本を借りて読書する時間に充てる、または筋トレをすることだったり、ヨガを始めることであったり、あとは僕みたいにこうやってカメラに向かってひたすら喋り続けること、または写真撮影だったり、自分の住んでる街以外のところで動画撮影をして、それで一つの映像作品を作るとか、そういった何かを生産する、何かを築き上げるっていうような、いずれにせよそういう感じで何かを生産する、何かを発信するっていうようなことに重きを置く、体験型の趣味を持って日々の生活を送るっていう人が多いんじゃないかなっていうのが僕の中のミニマリストに対する印象ではありますね。とりあえず今思いついたことをひたすら喋ってみたんですけれども、いかがだったでしょうか。というわけで今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。もし今回の動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。